韓国の受験シーズンになると BTS から温かいメッセージが毎年送られていますよね。今回はSUGAから受験生へ応援メッセージの内容は、SUGAの受験日にマンネの取った行動はをお届けします。超学歴主義と言われている韓国は、学生たちにとってスヌン大学修学能力試験は人生を左右するほど大切だとのこと。スヌンとは日本でいうセンター試験です。そのスヌンを受ける学生へ送られたSUGAからのメッセージが共感できる力をもらったと、今でも受験シーズンになると話題に上がりますよね。SUGAはどんな風に自身の受験を乗り越えたのでしょうか。応援メッセージとともに BTS メンバーたちがSUGAの受験を支えたという感動エピソードをぜひご堪能ください。SUGAの受験日にマンネが取った行動は、練習生時代に受験を経験したSUGAを支えていたのは、生活を共にしていたメンバーたちです。SUGAの受験を応援するため、弟たちが手作り弁当を用意していてくれたのだとか。2015年に BTS 公式 Twitter へ、その当時を振り返ったSUGAのメッセージが投稿されました。受験前日ということでなかなか眠ることができなかったSUGAは、何やら部屋の外が騒がしいことに気がついたそう。あいつらお弁当を用意してくれているんだなと気づいたSUGAは、トイレに行きたくても我慢して寝たふりをしていたと、ツンデレなSUGAらしいエピソードが明かされていました。翌日、メンバーお手製のお弁当を持って受験会場へ向かい、昼休みに開けてみると、中身は鶏のささみ料理、ご飯、卵焼き、ウインナー、そして A4 用紙に書かれた応援メッセージ。練習生でお金がなくとも、宿舎にある材料で一生懸命作られたお弁当を本当にありがたく思いながら食べたとのこと。試験が終わり宿舎に帰ると、試験どうだった?と弟たちに聞かれたSUGAは、いいはずがない。ただ、試験用紙をしっかり眺めてきたよと、彼らしいウィットに富んだ返事をしたと書かれていました。SUGAが受験会場へ向かう時のマフラーは、SUGAは受験当日にデビュー当時からのお気に入りだったグレーのマフラーを巻いていったとのこと。このグレーのマフラーを見ればデビュー当時だと思うはず。いつも巻いていたでしょ?とSUGAが言うほど、当時はよく巻いている姿を見ましたよね。実は、このグレーのマフラーは、お母さんからの贈り物だったらしく、ソウルに上京する日に巻いてもらったという感動エピソードがあったのです。受験した当時には、すでに親元を離れ、宿舎生活をしていたSUGA。普通の学生なら、家族から応援を受けながら会場へ向かい、お母さんのお手製弁当を持っていくそうなのですが、お母さんにもらったマフラーとともに、一人で受験へ挑んだと語られていました。SUGAは BTS メンバーの中でも苦労人だったことが有名で、音楽活動をしていることを両親から反対されていたという話は皆さんもご存知かと思います。両親の反対を押し切って上京し、事務所へ入所したことから、援助を受けることができなかったSUGAはいくつものアルバイトを掛け持ちして生計を立てていたのだとか。そんなこともあり、SUGAはもらったグレーのマフラーをお母さんだと思い、余計に大切にしていたのかもしれません。SUGAの学生時代はどんな人だったの？2012年にグローバルサイバー大学放送芸能学科に入学したSUGAは、まともに学生生活を送ったことはなく、練習に明け暮れていたといいます。入学した翌年2013年に防弾少年団としてデビューしているので、普通の大学生活を送れる状況ではなかったことが伺えますよね。高校生時代はヒップホップグループ D タウンで音楽活動に励み、学校ではバスケットボール部に所属。1年生ながら試合に出場しては、多くの大会で優勝するほどの実力者だったそうで、SUGAがバスケットボールをしていると、女子学生が集まってくるほどの人気ぶり。BTS では、無気力なイメージが強いSUGAですが、
誰よりも真面目に学生時代を過ごし、音楽活動に部活動ととてもアクティブな学生だったとのこと。また、校歌の編曲までこなし、この当時からプロデューサーとしての能力も開花していたことも、韓国の番組で明かされていました。2010年にビッグヒットエンターテインメントが主催したヒットイットオーディションのラップ部門で2位を獲得し上京。それと同時にソウルの学校へ転校し、シュガの練習生生活が始まったのです。地元のテグではバスケットボール部へ所属したりし、それなりに学生生活を送れていたシュガ。しかし、ビッグヒットエンターテインメントの練習生になってからは、学校生活、練習に加え、学費と生活費を稼ぐためのアルバイトにと超多忙だったといいます。この頃の学生生活の記憶はほとんどないと後に語るほど、デビューすることに必死だったことがわかりますよね。シュガから受験生へ応援メッセージが話題に。2015年にBTS 公式ツイッターへ投稿されたシュガから受験生への送られた応援メッセージは2022年現在でも話題に上がるほど胸に響く言葉ばかりなのです。シュガの応援メッセージは彼自身の経験したことからその当時感じたことまで赤裸々に語られていました。デビューを目指し上京していたため学業に力を入れていなかったというシュガですが、そんな状況でも受験は緊張したとのこと。また、支えてくれたのは紛れもないメンバーたちだといい、手作りお弁当エピソードも盛り込まれていました。シュガは、収納試験が終わったら、思う存分遊んで、試験がうまくいってもいかなくても、12年間うんざりするほど競争ばっかりしてきたんだから、遊ばなきゃ、と、終われば好きなことをしてと受験生を激励。さらに、僕は20歳になったら本当にぴょんと人生がスペクタクル壮大なものになると思ってた。でもそうじゃなかった。収納試験もそうだし、何もかもが特別だと思ってたけど、どれも大したことなかった。だから緊張しないでと言いたい。と、今回のシュガからの応援メッセージは、受験を控えた学生のアーミーや、大人へ近づいているアーミーの緊張を解き、勇気を与える言葉ばかりでした。韓国では、毎年受験シーズンになると、このように芸能人から応援メッセージが投稿され、どれだけ受験を重要視している国かということがわかります。現に、メンバー全員が大学を卒業しており、さらに大学院に入学しているメンバーもいるほど勉強熱心な BTS。長男のジン以外が卒業したグローバルサイバー大学はインターネット大学で通学することなく学ぶことができることからアーティスト活動をしながらでも卒業することが可能に。しかし、インターネット大学といってもグローバルサイバー大学は一流の大学として韓国では有名で、BTS メンバーの母校ということから、現在では世界から注目されている大学の一つです。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、シュガから受験生へ送られた応援メッセージと、それにまつわるシュガの受験エピソードをご紹介しました。応援メッセージには、自身の経験をもとにしたアドバイスや、受験生の心を軽くするような言葉にあふれていましたよね。また、シュガの受験を手作り弁当とメッセージで支えたメンバーたちの行動にも心が温まりました。シュガのメッセージは受験生でなくとも心に刺さる言葉ばかりなので、まだ読んだことがない方は、ぜひ一度目を通してみてください。